皆さんこんにちは、紫梅野です。自然物を描くシリーズ、今回は砂浜を描いていきます。砂という細かくて広く敷き詰められた物質をどう描いていくかを考えていきます。下書きの時、砂浜のどこを描き込んでいくか当たりを取りました。この絵に使った写真を見てみると、とっくりのような流れが砂浜にあるのがわかります。あと特徴的だと思うのが人の足跡ですね。これらに沿って砂を描き込んでいきましょう。砂のタッチの方向を横向きにつけていきます。この砂浜は海に向かって傾斜しているのですが、傾斜の方向にはタッチをつけないようにします。横向きの方が先ほど写真から当たった流れに沿っていてタッチをつけやすかったからです。砂は細かい粒の集まりですが、砂浜全体を点描で埋めていくとなるとなかなか大変だと思います。闇雲に描くと砂に見えなくなってしまうかもしれません。以前仕事で砂ではなく植え込みを点描で描こうとした時があったんですね。でもいつまで経っても終わらなくって、正木先生のストップが入るまでやめときかわからなくなっちゃったんですよね。そんな風に昔は絵が決まらない時はとにかく手数でタッチを書き込んで何とかしようとしていたんですが、そういう時は形や流れをしっかり捉えるっていうことが必要だったと思います。砂浜はよく見ると砂だけではないことがわかります。場所にもよると思いますが、この浜は少し大きめの石も混じっているようですね。砂と石の2種類で考えていきましょう。ちなみに実際に砂浜を歩いたことがあれば、その時のことを思い出すのも絵の雰囲気作りに有効だと思います。正木先生はこんな感じで砂を描かれていますね。点と短い線と小さめの角張った粒を描いて砂と石を表現していきます。点は砂、短い線は砂の集まり、小さめの角張った粒が石です。点を描くときはあまり小さくしすぎないように気をつけています。砂というより粉みたいになってしまうと思ったからです。背景では物によって実際に写真に見えるより少し大きさをデフォルメしてあげる方がいい場合もあるので、砂もその一種かなと思いそうしています。足跡は点描を使って描いていきます。砂がくぼんでいるということを表現したいので、後ろに描いた砂より影を表す黒を意識しています。手前の女の人がいじけたように足で砂浜に線を引いているので、足の動きに合わせた砂の影を入れていきます。右から左へ足を動かした感じが出るのではないでしょうか。あと、女の人の影もセットで描いています。あまり日差しは強くないと思っているので、ほどほどに描いていきます。写真でもこの辺りに石や砂なんかが集まっていたので、ちょうどいいなと思って参考にしました。点描ってずっと描いていたくなりますね。植え込みを点で描き続けた当時の私の気持ちはわかります。足跡の部分は女の人の足跡と前に歩いた人の足跡の2種類を描きました。絵に変化がついてよりリアリティが出るかなと思ったからです。女の人の足跡は黒を多めにして今歩いてきた感じを、前に歩いた人の足跡は薄くして時間が経っているようにしてみました。前に歩いた人の足跡は4つだけにしています。女の人の足跡の方が目立ってほしいからです。足跡は実際に写真で見えるような丸い形にしてあります。ただ、綺麗な円にしてしまうと、ちょっと人工物っぽいような感じがするので、そういう風にはしないように気をつけています。また、丸の一つ一つの影の濃さや形を変えるということも意識しています。
最初の方に言っていたとっくりのラインの手前側は結果的にですが砂の質感は入れないようにしました。ちょっと画面がうるさくなるかなと思ったのと、あと足跡が目立たなくなると思ったからです。この辺の足跡は立ち切りの外になってくるので、例えば本にした時とかには映らない部分なんですが、絵の全体が見やすくなるので書き込んでいきます。メインの女の人の足跡を先に描いてから前の人の足跡を描く方が点描の量を調整しやすいです。この順番が逆だと前の人の足跡を濃くしすぎた時に修正がちょっと面倒になったりします。砂浜が描けたので、あとは適当に遠くにある岩や堤防、山などを描いて完成です。次の動画では海を描いていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。